こんにちは、加納塩梅です。この写真見てください。10年前の私。洗い張りした母の顧問に、タンス屋で買った名古屋帯。和装ブラのみでタオル補正は一切なし。当時使っていたのは、リーズナブルな価格のごくごく一般的なフロントファスナーの和装ブラ。衣紋も抜けていないし、胸の脇のたるみもほったらかし、帯の位置もかなり低い。この頃は年に数回しか着用していなかったから、着付けの技術も低かったの。でも何にも気にならなかったし、着物着てるっていうだけで満足してたわ。それから3年後。この頃も一般的な和装ブラだけでタオル補正ゼロ。月に2、3回は着用していたから、着付けも少しは上達して前と比べるといい感じに。でもよく見ると帯揚げが胸の下に食い込んでるでしょ。立ってる時はいいんだけど、座ると帯揚げがすっぽり隠れちゃうの。でもこの頃はこの頃で結構満足してたのよ。悪くはないんだけど、これが補正ゼロの限界。で、これが同じ着物を着た去年の私。だいぶ印象が違うでしょ。ちなみに10年前より今の方が体重は増えてるのよ。かなり。胸と帯の境目が分かりやすい写真がこちら。胸とアンダーバストの段差がなくなってすっきり見えるでしょ。何をしたかっていうと、補正力が高い和装ブラに変更して、さらに溝落ちのへこみを埋めるタオルを追加したの。胸の大きい方の補正で一番重要なアイテムは和装ブラ。最小限の補正にするには補正力の高い和装ブラを使うのが一番。洋装ブラと和装ブラの大きな違いは、胸の形をどう見せるかっていうこと。洋装ブラは胸を立体的に見せるためにカップやワイヤーを使って胸とアンダーバストの段差を強調する設計。それに対して和装ブラは胸とアンダーバストの段差をなくしてフラットでなだらかにする設計。だから単にカップやワイヤーがないっていうだけじゃなくって、ブラ自体に補正機能があって細見え効果もあるの。ただし胸の大きい人の場合、一般的な和装ブラでは補正力が足りなくって胸が潰れて横に広がって太く見えちゃうこともあるの。私が実際に使ってるのは高橋着物工房のプットオン着物ブラ。下から履くタイプの和装ブラなんだけど、胸とアンダーバストの段差をなくしてくれるだけじゃなくって、下から履くことで胸を押し上げて、さらに脇の肉を寄せて胸をかなり高い位置に持ち上げることができるの。そうすると鳩胸が自然に出来上がって、鎖骨のへこみも自分の胸でカバーできる優れもの。まあ補正力が高いだけあって値段もそれなり。でもそれだけの価値があるのも確かよ。ただ胸の大きい方は補正力の高い和装ブラであっても胸とアンダーバストの段差を完全になくすことはできない。この写真、プットオン着物ブラをつけてるんだけど、溝落ちのところだけペコってへこんでるのがわかるでしょ。この溝落ちのへこみを埋めてくれるのが三角形にしたタオル。私は100円均一で売っている綿麻ボディタオルを半分に折ってから、さらに正三角形になるように畳んで溝落ち部分に入れて使ってるの。綿は吸水性が高いから汗をよく吸うし、麻は速乾性に優れてるから汗をかいてもさらっとした食感を保ってくれるし、おすすめよ。ただ補正力の高い和装ブラにも弱点があって、使いたくない時があるのよ。それは今みたいな真夏。暑くて苦しいし、ぐっしょり汗をかいた後はじとっとしたままなかなか乾かない。ブラの下にエアリズムのキャミソールを着たりしてみたんだけど、汗の不快感はなくなっても締め付け感は変わらないから苦しくなっちゃう。冬は大丈夫なのに、夏は暑いのと締め付けの強さとダブルになって苦しくって無理。それで次に買ったのがくのいちすずこっていうタンクトップ型の夏用の和装ブラ。プットオン着物ブラと比べたら補正力は劣るけども、アンダーバストの締め付け感がなくって楽ちん。朝旗入りで不快な蒸れも軽減してくれて、夏以外にも大活躍。
舞台に上がるときはぶっとん着物ブラ。普段はくのいち鈴子って使い分けてるの。でも今年はもう真夏日続きでさらに暑いでしょ。もっと涼しくって楽なブラがないか探した結果、行き着いたのがエアリズム前焼きブラ。もちろんみぞおちのへこみを埋めるために綿麻タオルも必ず使ってるわ。和装ブラに比べちゃうとホールド力なんて全くないんだけど、その分締め付け感もないからすごく楽ちん。それにドライ機能を持つエアリズム素材だから大量に汗をかいても快適なの。和装ブラの代わりにブラトップを使うっていう人もいるけれど、カップが浅いファーストブラや前焼きブラの方が断然おすすめよ。ポイントは胸のボリュームを抑えるために2サイズ下のサイズを選ぶこと。ストレッチ素材で簡単に伸びるから小さいサイズでちょうどいいの。和装ブラっぽくない可愛い下着をつけたいんだったらボリュームダウンを目的としたフラットブラもいろいろあるから探してみて。でも着付けで油断すると元の木編み。注意しないとこうなっちゃうんだから。前焼きブラにホールド力はないから胸の脇の肉は仕方がないとしても、和装ブラより胸の位置が下がったのに帯をさらに下で結んじゃったから胸のボリューム感が丸分かり。同じ前焼きブラを使っても帯の位置と締め方に注意するとこんな感じ。胸の脇の肉は少しふっくらしてるけれども胸が帯の中にうまく収まってるでしょ。実は下がったトップバストと同じ位置に帯の上線が来ているの。帯の下線だけ締めて上線を逆ラッパ状態にするといい感じに胸に収まるのよ。昔は補正ゼロでも全然気にならなかったけど、補正力の高い和装ブラとみぞおちの三角タオルで激変しちゃったから補正ゼロにはもう戻れなくなっちゃった。特にこの三角形のみぞおちタオルだけは不可欠。ちなみに腰回りの補正は今も昔もゼロ。寸胴でくびれなんてほぼないからウエスト補正は不要だし、腰のくぼみ用のヒップパッドも使用してないの。そもそもヒップパッドはお太鼓のタレの横芝や跳ね上がりを防ぐためだから半々ボビンには必要ないし、張りのある帯ならお太鼓でもシワは寄らないし、多少シワがあっても気にならないから使わないことにしたの。それに何より暑がりだしめんどくさがり屋だからできるだけ補正は減らしたいんだもん。ウエスト補正のタオルはもちろん汗取り効果の役割もあるんだけど、私の場合家で洗濯できる麻の中襦袢が多いから汗取りは肌着だけで十分だしね。大抵の場合ちょっと襟がブカブカしてたり帯に胸が乗ってたとしても誰も気になんかしていないの。着物っていうだけで素敵ですねってみんな喜んでくれるんだから。自走着物の補正はほぼ自己満足。だから自分がいいと思えばそれが正解よ。本日は胸の大きい方の補正についてお話ししました。次回はさらに踏み込んで補正の極意についてお話ししたいと思ってますから、チャンネル登録よろしくね。本日の動画が面白いなとかお役に立てたようでしたら高評価やコメントよろしくお願いします。